どうも。九州の南東部に位置する宮崎県。ここには唐国岳と祖母山の2つの日本百名山や神話の物語が伝わる高千穂の峰といった個性豊かな山々があります。また、県北部の山々は花崗岩の岩場が広がり、ロッククライミングのエリアとしても知られています。この動画では、宮崎の代表的な山々へのアクセス方法をはじめ、登山の前後に楽しめるグルメや温泉といった旅の情報をまとめてご案内します。今回は AI に考えてもらった宮崎をテーマにしたキャラクター、ひなてらすくんとお届けしようと思います。最後までよろしくお願いいたします。まずは宮崎遠征の大前提についてご紹介します。宮崎での山旅の計画でまず考えたいのが移動手段です。結論から言うと、自由度の高いレンタカーが断然おすすめです。バスだけでもアクセス可能な山はちゃんとありますので、動画の中で詳しくご紹介していきますね。続いて今回ご紹介する山はこちらになります。これに宮崎の県境を表示してみますと、縦に長くほとんどの山が県境に位置しているのがわかるかと思います。これが意味するのは、宮崎の山旅は必ずしも宮崎空港からとは限らないということです。それぞれの山に便利な空港とそこからのアクセスを解説していきますね。では北から見ていきましょう。まずご紹介するのは宮崎県の最高峰、祖母山です。標高1756メートル。雄大で自然豊かな姿は日本百名山にも名を連ねています。ではアクセスを見ていきましょう。祖母山には主に3つの登山口があります。宮崎県側にある北谷登山口は初心者の方やご家族で楽しみたい方におすすめです。この北谷登山口を目指す場合、便利な空港は熊本空港。車で約1時間半でアクセスできます。ちなみに宮崎空港からだと高速を使っても2時間40分ほど。他の登山口へのアクセスを含め、祖母山に関しては熊本空港を拠点にするととてもスムーズです。麓の高千穂町は宮崎県を代表する観光地です。グルメと宿泊情報を見てみましょう。宮崎といえばやっぱりお肉ですね。全国にその名を轟かせる宮崎牛、その中でもさらに希少な高千穂牛を味わえるのがこのエリアの醍醐味です。その高千穂牛を味わうことができて、登山の疲れを癒す温泉があるホテル高千穂は登山口にも観光スポットにもアクセスが良くておすすめです。またこの辺りの登山口へのアクセスが良い日の影温泉駅では、使われなくなった本物の車両に泊まることができます。忘れられない旅の思い出を作りたい方に断然おすすめです。祖母さんは以上です。こんな感じで進めていきます。山の詳細な解説などはこの動画ではしませんのでご了承ください。続いては日本のクライマーたちから聖地と呼ばれる三大岩場、大桑山、比叡山、鉾岳へのアクセスをご紹介します。もちろん一般的な登山も素晴らしいですが、この山々の真骨頂は天にそそり立つ花崗岩の岩壁にあります。今ご覧いただいているのは比叡山の映像ですが、水墨画とか山水画みたいな景色ですよね。この岩肌を前にすればクライマーならずとも心が奮い立つのではないでしょうか。位置関係を見てみますと、この三座はこんなに近いんですね。この中で特にご注意いただきたいのは大桑山です。この山は登山口が2つあります。東側が大桑登山口で、西側が宇土内谷登山口です。メインルートとされているのは大桑登山口で、ロッククライミングが目的の場合はこちらになります。ハイカーにとってもメジャーな登山口は大桑登山口になりますが、九州最難関の山とも称されるほどの難易度です。十分すぎるほどの準備と覚悟を持って挑戦してください。ではアクセスを見ていきましょう。やはりポイントになるのは大桑登山口ですね。地図を見ると3つの山は近くに見えますが、大桑登山口だけが大きく回り込むルートになります。車の場合、比叡山や鉾岳へは熊本空港から高千穂経由で入るのが早いです。高速も使えません。一方で大桑登山口へは宮崎空港から延岡経由が時短になります。電車の場合は宮崎空港から延岡駅まで特急で約1時間15分。
延岡駅でレンタカーを借りて各登山口へ向かうのが王道のプランです。ではここで拠点となるおすすめの宿泊地について考えてみました。それはこちらの獅子川キャンプ場です。鹿川って呼んじゃいそうですが、獅子川ですのでご注意ください。鉾岳の登山口はまさにこのキャンプ場の中にあり、比叡山の登山口もここへ向かう道中にあります。さらに大久江山の別ルート、有働内谷登山口も近くにあります。キャンプ場にはバンガローもありますので、テントや車中泊が苦手という方にもいいかと思います。ではグルメ情報も見ていきましょう。今や全国区となっているチキン南蛮ですが、宮崎県が本場でして、その発祥の地こそが延岡市です。ルーツとされているのは小倉となおちゃん。小倉は県内に複数店舗がありますが、なおちゃんはこの延岡の地でしか味わえないたった一軒の名店です。なおちゃんではタルタルソースを使わない甘酢だけで勝負する、まさに元祖チキン南蛮スタイルを味わうことができます。せっかく延岡まで来たのなら、この地でしか食べられない本物の味をぜひ確かめてみてください。ここまでご紹介した山々は祖母傾き山系に属します。ここからは九州中央山地にある山をご紹介していきます。まずはこちら、霧立越えですね。切立越と呼ぶこともあります。これは山ではなく、向坂山や白石山などを尾根伝いに縦走する古道を指します。標高 1000 メートルを超える山々を尾根伝いに縦走するコースは、空中を歩いているような感覚から天空の回廊や天空の道とも呼ばれています。ではアクセスを見ていきましょう。霧立越えの玄関口はごぼう畑登山口です。目印となるのは日本最南端のスキー場である五ヶ瀬ハイランドスキー場。登山口はこのスキー場のすぐ先にあります。現在災害復旧工事によりスキー場から登山口までの道は車両通行止めとなっています。計画を立てる際はスキー場の広大な駐車場を利用し、そこから登山口まで徒歩でアクセスするという前提で準備するのが賢明です。五ヶ瀬ハイランドスキー場へのアクセスについてご説明します。まず結論から、熊本空港からレンタカーを借りる。これが最も早く快適で確実な方法です。空港からの所要時間を比べると、宮崎空港からだと約3時間かかりますが、熊本空港からなら約1時間半と半分の時間で済みます。電車やバスは乗り換えが非常に複雑なため、あまり現実的ではありません。続いて宿泊ですね。今回はタイプの違う2つの宿をご紹介します。まず温泉と食事を贅沢に楽しみたい方は五ヶ瀬温泉森の宿生地屋です。スキー場から約47分、五ヶ瀬町内で唯一の温泉宿で体を癒し、夕食には高千穂牛の懐石料理を味わうことができます。一方、大自然の中でプライベートな時間を過ごしたい方にはホテルフォレストピアがおすすめです。スキー場から約21分とアクセスも抜群。川のせせらぎを聞きながらコテージタイプのログハウスでゆっくり過ごすことができます。食事に関しては宮崎の B 級グルメグランプリにも輝いた特ホル丼です。ホルモンと特製のタレが絡んで最高です。特産センター五ヶ瀬などで味わえます。そしてワイン好きならずとも訪れたいのが五ヶ瀬ワイナリーです。ワイナリーは観光地としても大人気で、地元の食材を生かしたレストランがあり、雄大な景色も一緒に楽しむことができます。続いて同じく九州中央山地から市房山です。宮崎県西米良村と熊本県水上村にまたがる標高1721メートルの山です。熊本県では国見岳に次いで2番目に高く堂々とした山陽を誇ります。この日は雪で視界がそこまで良くなかったですけど、霧氷を見ることができて感動しましたね。登山口は両県にありますが、今回は宮崎県西米良村側のアクセスに絞ってご紹介します。ではアクセスを見ていきましょう。西米良村へのアクセスに関しては宮崎空港からのアクセスが便利です。車で1時間40分弱で西米良村にアクセスすることができます。注意点としましては、登山口は1合目と5合目があるっていうことです。5合目登山口から登るのが一般的で、1合目から登る人はほとんどいません。西米良の中心部から5合目登山口までは約30分弱です。
今回この市房山をご紹介したのは特別な理由があります。それは毎年11月上旬に開催される西メラスカイトレイルです。トレイルランニング愛好家にとって大人気の大会で、県内外から約350名のランナーが集まります。コースは3つあり、ロングコースでは西メラの中心地から市房山山頂まで 40.5 キロを走り抜くというイカれたレースです。そんなレースですが、定員が埋まってしまうほどの人気を誇ります。大会参加は西メラトレイル公式サイトからお申し込みください。では宿泊情報を見ていきましょうか。まずご紹介するのは旅の拠点として最適な西メラ温泉ユタアートです。これまで温泉と食事処として親しまれてきましたが、2025年6月、待望の宿泊施設がオープンしました。一人旅からご家族まで豊かな大自然の中でゆったりと過ごせること間違いなしです。続いてはこちら、コンテナハウスの宿リプラスです。こちらはコンテナを利用した一棟貸しの宿です。暮らすように泊まるがコンセプトで、一般的な宿泊プランの他に長期滞在向けのマンスリープランも用意されています。敷地内には人気のバレルサウナも完備されており、ワーケーションや長期滞在に便利な施設です。夏の観光シーズンや11月のスカイトレイル開催時は西メラ中の宿があっという間に満室になります。ご予約は早めに済ませておくことをお勧めします。山も観光も満喫できる西メラ村でゆったりと休暇を過ごしてみてはいかがでしょうか。それでは最後のご紹介となります。宮崎と鹿児島の県境にそびえる火山群霧島連山から代表的な2つの名峰唐国岳と高千穂の峰のご紹介です。まず唐国岳は霧島連山の最高峰で日本百名山の一つにも数えられています。非常に人気の山で、国内外から年間6万から10万人規模の登山客が訪れると推定されています。荒々しい火山地形とそこに咲くミヤマキリシマなどの高山植物が織りなす独特な景観が魅力です。山頂に立てばエメラルドグリーンの大波池と霧島連山のパノラマが広がります。そして高千穂の峰は天孫降臨の神話で知られる非常に有名な山です。道中では迫力満点の火口お鉢を間近に感じ、変化に富んだ奇岩を楽しみながら登ることができます。さらに山頂には天の逆鉾が突き立ち、訪れる人を迎えます。ちなみに龍馬が逆鉾を引き抜いたというのは創作ですので真似はしないでくださいね。ではアクセスを見ていきましょう。霧島連山へのアクセスは鹿児島空港を拠点にするのが最も便利です。レンタカーの場合、主要な登山口である海老名高原や高千穂河原へ鹿児島空港から短時間でアクセスできます。公共交通機関で旅をするなら霧島温泉郷を拠点にするのが王道プランです。鹿児島空港からこの霧島温泉市場まで直行のバスが出ていて非常に便利です。温泉市場から各登山口を巡る周遊バスに乗り換えます。このバスが唐国岳の海老名高原や高千穂の峰の高千穂河原といった主要な登山口を全てカバーしてくれるので、登山計画がとても立てやすくなります。レンタカーがなくてもこれだけ自由に動けるのは本当に魅力的ですね。では宿泊について見ていきましょう。今回は温泉も満喫できるおすすめの宿を3つご紹介します。霧島温泉郷を拠点にする場合は霧島ホテル。広大な庭園大浴場が有名です。泉質の違う様々なお風呂があり、温泉好きにはたまらないホテルです。次は海老名高原ホテル。唐国岳の登山口まで徒歩圏内という最高の立地です。海老名高原の散策拠点としても便利で、源泉かけ流しの温泉は日帰りでも利用できます。最後に白鳥温泉上湯。海老名高原から車で約12分。西郷隆盛も当時に訪れたと伝わる歴史ある温泉宿です。名物の蒸し風呂と見晴らしの良い露天風呂が魅力で、宿泊料金も比較的リーズナブルです。霧島エリアにはこの他にも魅力的な宿がたくさんあります。ご自身のプランに合わせていろいろと調べてみてください。ちょっとおまけを。もし旅の日程に少し余裕があれば、宮崎市内にある名峰に登ってみるのもいいかと思います。おすすめは宮崎空港から車で約20分のボロ石山です。
標高は低いですが、地元では非常に人気があり、九州百名山にも選ばれている登りごたえのある山です。正直なところ、宮崎市内の山はこのボロ石山を除くと人の手が入っていなかったり、展望がなかったりすることが多いです。せっかくの遠征ということを考えると、宮崎市に関してはボロ石山一択だと思います。以上ですね。長々とありがとうございました。神話が息づく神秘的な山からクライマーを引きつける険しい岩肌、そして天空を歩くような穏やかな稜線まで、縦に長い宮崎には多彩な山の魅力が詰まっています。この動画を見て宮崎の山に登ってみたいなと少しでも思っていただけたら嬉しいです。この動画が参考になった、面白かったという方は高評価とチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。最後までご覧いただきありがとうございました。またどっかの山でお会いしましょう。